はーい、電吉クラブです。今日は電吉クラブが一番好きな電車、アイコンにもしている国鉄157系特急電車をいじります。加藤が2000年5月に発売し、2009年に再生産してくれた157系ですが、ヘッドライトが黄色くて暗いですね。今回は僕が横浜の上大岡のとあるスーパーの玩具売り場で N ゲージを売っていた頃のお客さん、横浜の鈴光さんに157系天城、もしよかったらウェザリングさせてくれない？ヘッドライトも明るい電球色に変えませんか？などとお誘いしてご持参いただきました。うちの157系はすでに加工済みなので、どうしても動画で157系天城いじりたかったんです。今回は大好きな157系特急天城を鈴光さん親子社長室にお招きしていじります。どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速ヘッド&テールライトの LED 交換から着手しましょう。ヤフオクでこうして157系用に高輝度 LED を出品されている方がいらっしゃるので、僕は大概ヤフオクでゲットしていますね。加藤の157系用に合わせて作ってくれています。それでは車体の分解をしていますね。内部にヘッド&テール LED がユニットの中にいますので、先の鋭いタミヤのピンセットで固定部をこじって外していきます。レンズユニットの中に LED ユニットがいるので、まずはレンズカバーの爪4箇所を外します。中にこんな感じで LED ユニットがいるので、純正の暗いやつは不要なので、まっすぐ斜め上方に引っ張る感じで抜き取ります。で、ヤフオクでゲットした高輝度 LED ユニットに交換します。で、こうやってヘッド&テールユニットをかぶせれば出来上がりです。手作り品なので、たまに基板サイズが若干大きくて、基板の一辺を 0.5mm 程度ニッパーで落とす等の手直しが必要な場合もあります。はい、実際に光るのを確認したらボディを戻します。どうですか？明るいですよね。模型ですからこのくらいに光らせたいものです。ここは鈴光さん親子に喜んでほしい場面なので、もう一度レールに乗せて実感していただきました。とてもいい感じです。鈴光さんも157系大好き。僕の影響って言ってくださるので嬉しいですね。今日は鈴光さんの車両をきれいにリアル化しようと思います。屋根とクーラーをトーンの違うグレーに塗り替えた上で、クーラーのルーバー部にだけ墨入れをしてパンタグラフもグレーにすることになりました。今から車体を分解していきます。これ床下取ると意外と簡単にこの窓が簡単に外れます。でこうやってつまんで外れてですね。でこれ分かります？この爪長いじゃないですか。この爪長い。これは折らないように。でこっちの短い爪をね、ピンセットの先でこう外すんですね。内側に寄せるとこう外れますので、こんな感じ浮くじゃないですか。そしたらこれをこっちへ引っ張ると、そうするとね、こいつがこんな形してるんで、そうそうスライドして外すって感じですね。今のはね、みんなこれになったんですよ。だからスライドする手間がないので、ガラス外さなくてパラパラって抜けるんですけど、この当時はね、このスライドしないとダメなんで、ガラスがついてんといけないんですよ。それでどの車両がどの車両から外れたガラスなんだか屋根なんだか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だからその
セットをここに置いて、ここに置いてくれる？そうそうそう。セットをここに置いて、そうそうそう。置いて、で、今この車両は、ここに入ってたんですよね。あ、ここか。たら、ここに戻す。で、屋根もここへ戻す。で、床下も、ここに戻す。っていう風にしとくと、後で組み立ての時に便利なので、じゃあ、分解してみましょう。で、ピンセットは、こんなのちょっと外すぐらいは何もいいピンセットじゃなくてもいいので、この辺のでいいので、ちょっと置いときますから、ピンセットちょっと使ってね、やってみましょう。というわけで2人で分解してもらっています。 N ゲージの取り扱いは所詮慣れなので、まずは体験してもらうところから始めました。パンタやクーラーも外してもらいましょう。先ほどのように僕がバラし方を説明しながらやって、その後に続いてもらいます。クーラーは先の丸い押し棒で裏から押して外します。クーラーなんですけど、これ151系小玉なんですけど、このクーラーほらかっこいいじゃないですか。ねえ、キノコ。これなんとなく、ほら、なんとなくダサいじゃないですか。でもこれね、同じもんなんだ。性能的に一緒ですか？性能的に、品番的に同じもので。かぶせてるだけで。これ要するにこのキノコ型のこれはかっこよく見せるカバーだったんでね。で、これは当時花形の特急だから、こういうのでかぶしちゃったんですけど、こういうだから急行型みたいなやつには、なんか裸のまんま乗っけたみたいですね。2つ入ってたんですか？そう、2つ入ってるんですよ。そうそうそう。ね。ちょっとこんなのも情報として。うん。というわけで屋根から外した au12 クーラーを塗装ジグの上に並べてもらっています。2人がかりなので早い。パンタグラフなんですけどこんな感じ。パンタを上げた状態で、この状態で塗装ジグにセットします。鈴光さんにやってもらっています。ジグの上に貼った両面テープに軽く貼ってもらっているんです。3両分、ロッキーですね。そうしたらパンタグラフにはまずこのメタルプライマーを吹いて、ちょっと濃いめのグレー、軍艦色 ② で塗装します。クーラーの方は軍艦色 ① で少し薄めのグレーにして屋根とのメリハリを効かせたいと思います。ちょっとこう、それから下からこう上へ見上げるようにで、ちょっとこうね、斜め上から斜め下に、そんな感じですね。はい、これでおしまいです。これがね、うわーっとこうグレーになってる。で、こっちからもちょっと下から吹き上げ。浅草の近くにあるのは押し上げ。すまねはい、こんな感じです。いい感じですね。そうですね。で、うわ、風が。こんな感じです。はい、どうですか？はい、バッチリです。いただきます。はい。あ、そんな感じ、そんな感じ。あ、それだとね、奥の方まで届いてない。届いてない。もうちょい。うん。はいはい。あ、いい感じです。そしていつものように屋根上のウェザリング、絵の具筆でタミヤのスミエレカラーを流します。今日はダークブラウンにしました。屋根上に流す色ですが、ブラウンかダークブラウン、その車両の屋根色や屋根仕様、走行線区なども考慮に入れて選びます。今回の157系はベンチレーターが一体成形されているので、通風口に流す色は黒っぽい色にしたいのでダークブラウンとしました。ムラムラに拭き取ることで屋根上の不均一感がいい感じに表現できます。こんな感じになりました。次は屋根上配管やパンタ台周囲への墨入れです。ここは墨入れブラックを流すことで立体感が表現されます。配管の脇やパンタ台の周囲に流す墨入れブラックはちょんと一滴、
あとは毛管現象が働いて管に沿って流れてくれます。やってるだけでみるみるメリハリが効いてくる楽しい作業なんです。はい、こんな感じにできました。次は鈴光さんに艶消しクリアを屋根全体に軽く吹いてもらいます。屋根上は艶がない方がかっこいいと思うからです。そんな感じ。そんな感じ。そうしたら向きを変えて反対側からも吹いてもらいます。もうすっかり手つきが良くなっていますよね。はい、いいんじゃないですか。今度は息子の鈴新くんにもやってもらおうかな。クーラーへの墨入れです。弱ピンセットでクーラーの足をつまんで、クーラー脇のルーバー部分にちょいと一滴墨入れブラックを流します。クーラー4面のルーバーに一個一個流すんです。鈴光さんも応援に入ります。1両に5個クーラーが乗るので、5区45個みんなでワイワイやれば楽しい作業です。塗り終えたらクーラーを屋根に戻していきます。この157系のクーラーって157系以外では165系のほんの一部に使われただけなのと、写真が古いので正直色についてはよくわからないので、こんな感じだったろうと思って塗っています。鈴新くんもお父さんの鈴光さんもクーラーの取り付けに入りました。屋根との色のバランスいい感じだと思いませんか？151系や161系、181系、キハ80系や初期485系とは一味違う au12 クーラーが装備されました。こんな感じです。そうしたら次はペイントマーカーでパンタグラフの周にゴールドを塗装します。以前はミスターカラーのカッパーを塗っていましたが、最近ではペイントマーカーが楽なので変えました。そもそもパンタの周って最近の電車を見る限り黒っぽく見えることもありますし、屋根ができたのでボディに組み付けます。まずはクモハ157をこうやって取り付け足をスライドさせて組み立てていますね。クモハ157、9両編成中3両あるのでどんどん組み立てていきます。窓ガラス、作例では手で入れていますね。そうしたら床板も取り付けます。クモハ157ではライトレンズが出っ張っているので、当然ライトレンズ部から組み付けます。はい、できました。屋根上にメリハリがついたので車両そのものが締まりましたね。続いてモハ156、パンタグラフのついた電動車です。3人で手分けしていますが、僕が組んでいるのはモーター車のようです。動力ユニットを組み込むところです。向きを確認したら、はい、パチン。ちょっとパンタグラフを上げてみましょう。やっぱりかっこいい。次は信号変換と開きの取り付けです。直近の加藤製品ではメーカー取り付け済みになっていることが多いですね。ここは加藤の門外不出のピンセットです。ピンセットで掴んだままカッターで切れるし、そのまま屋根の取り付け穴に差し込めます。次は開きですが、僕は手でつまんで取り付けます。やっとこを使ってもいいかもしれません。はい、つきました。反対側の開きにも取り付けます。今時の加藤製品はこんな部品みんな取り付け済みなのが嬉しいです。開きをつけたら墨入れブラックを開きの頭にちょこんと塗ります。モールドにブラックが入るとかっこいいんです。鈴光さん親子とも連携プレーでどんどん墨入れブラックを流していきます。
みんなでやると楽しい。いよいよヘッドマークです。157系のヘッドマークって独特でかっこいいんですよね。まずはヘッドマーク裏に磁石反応用の鉄板を取り付けます。接着剤は不要かもしれませんが、より確実にここはボンドクリアです。裏にガイドがあるのでそこにはめ込みます。そうしたらヘッドマークをニッパーでランナーから切り離して出来上がり。つけてみましょうか。157系のヘッドマークって文字もでっかくって書体も素敵でした。磁石は車体側に入っています。ほらいかがです？かっこいいですよね。はい、じゃあ行きましょう。パンタグラフ周囲に架線とパンタシューが擦れることで発生する汚れ表現です。ああ、手の影で隠れちゃうね。そう、そこだとね。こっちからこういう感じだね。そうですね、これなら大丈夫ですよ。映ってる？吹いてるところが。かろうじて、かろうじて、こっち側にやっぱ向けた方がいいかもしれないですね。僕はもっとこっちにいますよ。気持ちずらしましょうか。あ、ちょっと待って、大丈夫。これでどうだ？僕がもっとこっち来れば。あ、はい、それ大丈夫です。この辺りの作業は塗料の吹き出し系約5ミリ程度、パンタグラフと屋根の隙間を狙って吹いています。ちなみにエアブラシしている塗料はタミヤ墨入れカラーのダークブラウンです。塗料を吹く方向はご覧のように新聞紙を回して決めていますね。そして吹き出し口を細くして少しずつ塗り重ねていってます。ゆっくりと新聞紙を回して塗りが弱いところがあるかどうかをチェックしています。そうして弱いところにシュッ、そうしたらパンタグラフを畳んでいますね。これは一番パンタ寄りのクーラーの側面に墨入れダークブラウンを吹くためです。反対側も同様です。パンタグラフを畳んでいましたよね。はい、クーラーの側面に墨入れダークブラウンを吹いています。シュッ。はい、こんなとこです。どうですか？はい、わかりました。はい、今回は僕が横浜上大岡のとあるスーパーの玩具売り場に勤めていた頃のお客様、鈴光さんにお願いしてまっさらの手つかずの157系を持ってきていただいてウェザリングさせていただきました。主な加工点としては屋根とクーラーの墨入れ、屋根は艶消しにしてうっすら茶色い土ぼこり感を、パンタグラフもグレーに塗って外紙を白く塗って平液を取り付け、周をゴールドにして、そしてパンタグラフ周囲を架線とすれて汚れた様子を再現してみました。鈴光さんもとても喜んでくれました。ここからは特急天城のお話。1号、2号、3号、4号と4往復設定があって、1号が季節列車、4号が臨時列車で、2号と3号が定期列車でした。あの頃は下り列車にも相性には偶数も使われていたんです。それで2号と3号はご覧のような9両編成だったんですが、1号と4号は後ろに連結しているユニットがなくて、こちらから1,2,3,4,5,6,7号車ということで7両編成で走りました。夏に4本の特急あまにが伊豆に向かう姿、憧れましたね。もともと157系は東海道新幹線ができて、特急響を引退してから急行伊豆として伊豆急下田行き、修善寺行きで活躍を始めていました。それが他の153系の急行と比べるとデラックスすぎる編成だったので、特急に格上げが決まって天城号となりました。急行伊豆はやがて来る踊り子統合まで153系が担当しました。ちょっと祖父の話していいですか？まだ天城が急行だった時代に座席指定券を買って買わずにあった民宿に出かけたんですが、僕の祖父は何でも早めに行動する人で、横浜駅を14時半ぐらいの急行天城に乗るのに12時半には
もう横浜駅のベンチにいたんです。そこで小学生だった僕ははるばる九州を目指す急行雲仙再開、大阪行きの急行摂津、名古屋行きの急行東海、157系を使用した急行伊豆、いろんな列車を見送りました。着いてすぐに普通電車伊東行きなども発車して行きましたから、それに乗っていればはるかに早く目的地に着いたんでしょうね。でもこうしていろいろな電車客車を見せてもらったからこそ、今こうして鉄道好きの僕がいるんでしょうね。東海道線、中央線、高崎線、東北線、常磐線、総武線、鉄分依存症になるには十分な鉄道旅をさせてくれました。でもこの鉄分依存症のおかげで趣味や仲間、先輩や後輩に恵まれた人生の僕がいます。祖父に心から感謝しています。先日3月11、12日、橋本駅前の橋本公民館祭りで子どもたちが運転した特急あまぎの勇姿、ご覧ください。国鉄157系電車は1959年に東京日光間直通の特別準急電車として生まれました。国際観光列車という目的と将来の急行電車像を模索した試験的な意味合いだったと言われています。そのため車体断面は急行電車の153系に模しながら、内装は151系特急こだまに準ずるものとなりました。勾配線区の日光線を走るため、先頭車を M' ユニットにして、中間にサロやサハを 2,3 両挟んで電動車比率を確保しました。さらに勾配線区のため翼速ブレーキを追加装備したことから、後日誕生する161系特急電車と同じ仕様となりました。当初は準急用電車としてのデビューであったため、冷房装置の搭載を見送りましたが、冷房化準備工事は行われました。塗装も当初は準急用電車としてクリーム4号に朱色のいでたちでしたが、冷房化と同時に赤2号特急色になったんです。結果的に国鉄はこの後紆余曲折を経て急行列車廃止の方向に舵を切っていくことになります。やがて特急と急行の統合という優等列車の在り方に一石を投じる先駆けになった系列なのかもしれません。ここで先週、先々週と2週続けて動画を上げた C55 と宗谷本線普通列車の走行映像がなかったので、走行シーンをご覧ください。どうでしょう。発売されたばかりのピッカピッカの蒸気と客車を現役時代ということでかなりきつめにウェザリングした車両です。北海道の宗谷本線の普通列車なんだそうですが、果てしない北の大地を疾走してきた客車の雄姿。そういえばこの宗谷本線も音威熱府から先の廃線が決まったと聞きました。本当に残念でなりません。そんなタイミングで発売された宗谷本線の蒸気と旧型客車、さよならシリーズが得意のトミックスの粋な計らいだったのかな。
今回は国鉄157系特急型電車がメインテーマですので、 C55 と旧型客車はこのくらいの走行シーンでお許しください。今回は好きでたまらなくて電吉クラブのアイコンになっている157系特急型電車をウェザリングしました。本日の動画はこれで終わりです。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたら、前に制作して1万回再生に達している動画がありますので、このまま引き続きご視聴いただけたら嬉しいです。国鉄157系特急電車美人薄命という動画です。157系の歴史や活躍した時代背景などとともに電吉コレクションの車両たちを紹介している動画です。もしご覧になっていてご不要な方はここでドロップアウトをお願いします。ありがとうございました。はーい、電吉クラブです。今回は僕にとって最も好きで憧れた電車の紹介です。その電車は国鉄157系といい、どちらかといえばマイナーな部類に入る電車ですが、僕はこの電車を手にしたくて鉄道模型を始めたと言っても過言ではないのです。グリーンマックスのキットを丹精込めて作っていたあの頃、まさか加藤が製品化してくれるなんて夢にも思っていなかったな。我が家の157系ですが、まずは登場時の姿。デビューは1959年のデラックス準急日光でした。模型は2002年にマイクロエースから発売されました。ライバルの東武鉄道に対し圧倒的優位に立つために、当時東海道線で大人気だった151系特急こだまと同じシートが装備されたんです。日光線の勾配区間に対応するために電動車比率を高める目的で、両先頭の2両ずつが電動車ユニットになりました。停車駅も上野宇都宮間ノンストップという特急並みのダイヤで日光直通の観光電車なんだと強調されました。日光観光客の誘致競争でかなり優位に立てた国鉄でしたが、ライバルの東武鉄道も黙ってはいませんでした。あろうことか東武鉄道は1720系というデラックスロマンスカーを投入してきました。その電車は当時国鉄では2等車にしか見られなかったリクライニングシートと157系ではかなわなかった冷房装置の搭載、体の大きな外国人観光客でも楽々座れる広いシートピッチが採用されていました。ダイヤも浅草東武日光間ノンストップという国鉄をしのぐ設定で観光客をどんどん東武へと奪っていきました。特別な準急型電車として生まれ、日光の観光客争奪戦では東武の DRC に敗れたものの、157系の流麗なスタイルと人気を慢性的な輸送力不足に苦しんでいた東海道線に転用させようと思うのは必然でした。急行電車も経験し、最後は特急電車として活躍した後に華々しくたった18年の生涯を終えた電車です。日本の高度経済成長のために懸命に走り抜いた大好きな157系電車をナレーションっぽく語ってみようと思います。東から昇った太陽はいささかも迷うことなく照り輝き、やがて西の空に沈んでいく。鉄道車両の一生も同じだ。この世に生を受け命を輝かせ、やがては西方浄土へ帰っていく。高度成長の時代に観光客やビジネスマンを運び続けた日々、私は満ち足りていた。幸せだった。
この時代に生を受け、日光では東武デラックスロマンスカーに敗れたが、時代は私にやり直すチャンスをくれた。日光を離れて151系特急こだまや153系急行電車の仲間たちと日本の大動脈を支えることができたのだ。そして今や世界の新幹線と呼ばれる後輩にバトンを渡すことさえできた。聞いてほしい。鉄道車両として大切なことは、どれだけ多くの人々に利用してもらったかという事実なのだ。こだまの需要が足りなければそれを補う。伊豆の温泉に行きたい家族がいれば快適に運ぶ。それだけなのだ。確かに私の一生は短かった。当時希少だった冷房装置を特急車に譲り、非冷房でこの世に生を受けた私には、観光電車にふさわしい大きな窓が採用された。それを開閉できるバランサー機構がついた大きな加工窓だった。それがやがては雨水による外反腐食を内側から引き起こす原因になったのだから、無念といえば無念だ。しかしこの事実は以降の多くの鉄道車両への教訓となった。後輩の185系踊り子には小型の上昇窓が採用された。117系新快速は2段式ユニットサッシで登場した。高度成長時代に生まれ、試行錯誤の末に誕生した私だが、私は常にやがて来るこの国の遠い未来を信じていた。航空機や高速道路の発達で鉄道はもはや車両産業だと言われたこの時代、そこに待っていたのはまだ知らぬ明日だ。18年という短き一生、余震は燃え尽きたとしても私には見える。遥か後、日本の鉄道は世界一と呼ばれるその日が、各分野それぞれがそれぞれの発展を遂げた日本という国は、今や堂々と世界の先進国の仲間入りをしているではないか。私もそれを成し遂げた昭和という時代の一つの歯車になれたのだ。不幸に見えたかもしれないが、私には貴賓車があった。何度も何度も昭和天皇の行幸に同行できた。那須や葉山沿線では多くの人々が手を振ってくれた。それだけで私は何もいらない。他に何を望むだろう。知っているだろうか。特急こだまがさばききれなかった乗客を受け止めて、こだまのたった10分後を並走した特急響き。勾配線区用のギア比なのでモーターをフル回転させて、同じ停車駅同じ所要時間で走った。走り切った。新幹線にバトンをつなぐまで。ここから普通の語りに戻りましょう。1969年、東海道新幹線の開業で高度経済成長はますます加速し、日本全体が豊かになっていくのを感じました。新幹線にバトンを渡した157系の次の職場は伊豆でした。経済発展で一般庶民にも観光旅行ができるようになったんです。こうなると1961年に開業していた伊豆急に東京から直通列車を走らせること、それは時代の要求でした。東京から伊豆方面への電車は急行伊豆、奥伊豆、天城、井出湯などの愛称が使われました。そして1969年、東京伊豆急下田間に157系を格上げして特急天城が誕生しました。デラックス準急としてこの世に生を受け、臨時特急響から急行伊豆、最後は特急天城として有終の美を飾りました。一般に鉄道車両は特急車として登場しても老朽化とともに格下げされる傾向がある中で、異例の出世運用だったんです。国鉄電車には特急型、急行型、近行型、通勤型の区分がありますが、157系って何型なのとよく聞かれます。写真をご覧ください。特急型か急行型かといえば、
車体断面などは急行型と同じ形をしていますね。151系は明らかに車体が低く断面が小さいのがわかります。急行型の153系とは貫通扉がなく鼻筋が通っている違いがありますが、とてもよく似た顔立ちをしています。でも室内は153系のボックスシートに対して157系は151系と同じ回転クロスシートを採用していました。どちらも比例棒で登場したので窓が開くのですが、153系の2段窓に対し157系は観光電車という位置づけだったので、桟のない大きな1枚加工窓が採用されました。そのために特急型並みの外観になったんです。特急響や天城での活躍と室内設備を配慮して現在では特急型に区分されているようです。加藤の製品は基本的にはとても気に入っているのですが、屋根色だけが明るすぎて嫌なので、昨例のように僕はグンゼの32番軍艦色に塗り替えています。クーラーは31番軍艦色にして屋根上のメリハリを出しています。また実車は冷房化改造をした際に先頭車同士の連結を考慮してジャンパー線がついたので、後に出た部品で再現したんです。模型は2000年に加藤が特急時代を、2002年にマイクロエースが準急時代を発売してくれました。その前にもグリーンマックスがキットを販売していましたので、157系ファンとしては購入して丹精込めて作っていました。加藤の赤2号の特急色とマイクロの赤11号の準急色、クリーム4号は若干の色味の違いはありますが、基本は同じ色ですね。モハ156では冷房装置の搭載が叶ったので、パンタグラフも増設されて2機になっています。若干のウェザリングもしています。準急時代の屋根には冷房準備工事とパンタグラフ増設のための配線が準備されていたので、それらが再現されています。そんな我が家の157系です。157系大好き電吉おじさんは、まずマイクロエースの準急時代6両セットがあります。続いて加藤のセットですが、特急響としていろいろな編成が組めるように12両、東海道線で特急こだまを保管して走りました。この時代大阪駅でも頻繁に157系が見れたんです。次は新幹線の開業フィーバーが終わって伊豆への特急に転身した姿で特急天城です。2両の増結を従えた9両フル編成です。加藤はこの時代を意識して製品化してくれたようです。ただ増結セットを連結するカプラーが気に入らなかったので、僕はトミックスの TN カプラーに交換してしまいました。連結間隔など狭くて実感的になったと思っています。どうですか？これでなくっちゃね。続きまして特急天城12両編成です。天城12両編成で走ったことなんかないんですが、模型ではこうした夢も実現できます。157系が大好きすぎて夢の編成を揃えてしまいました。編成も電動車ユニットと電動車ユニット、2つのユニットにサロとサハ4両の付随車が挟まってまず8両、電動車ユニットにサロと不破扱いで使用される雲波で付属の4両編成、修善寺行きがあったという設定になっています。めちゃくちゃですね、やってることが。模型の世界のことですので、そのあたりはご勘弁くださいね。最後5編成目ですが、黒157の入った
お召し列車の編成です。原宿の宮廷駅から那須、軽井沢、伊豆、沼津方面に向かいました。これ貴賓車ですね。では早速黒157貴賓車を見てみましょう。ここが貴賓室です。天皇陛下はここの窓から沿線の方々に手を振られたんです。ここに菊の御紋章がついていました。ちょっと黒157のお顔の方を見てみましょう。この顔は急行型の153系の前期型と同じ顔だったんです。それでは内装も見てみましょう。ここが貴賓室なんですけど、色は僕の想定に過ぎませんが、ゴールドの絨毯と真っ白なテーブルが目立つように塗ってみました。他にも侍従の方々が控える部屋などもあったようです。ではボディを戻しておきます。157系の貴賓車黒157のご紹介でした。加藤のセットでは5両編成での発売でしたが、我が家ではもう1両サルを加えた6両編成でも運転できるようにしています。今回は対向式2面2線の小さな駅、一ノ橋駅を持ち込みました。こうした小さなセクションジオラマですが、あると雰囲気が違います。本日は大好きな157系電車の栄光の物語でした。電吉クラブは僕が45年間の間に集めた数多くの車両たちをそれぞれのエピソードを加えて紹介していくチャンネルです。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またお目にかかりましょう。